食べ物まるっと研究所です。今回は玄米の体への影響についてお話しします。ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、日本の伝統的な食の一つである玄米には、あまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットもあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、玄米で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリットを看護師の視点で解説します。それでは玄米の健康効果からいってみましょう。玄米の健康効果一つ目はがんの予防です。玄米にはフィチン酸やガンマオリザノールといった抗酸化物質が含まれていて、体内に過剰に発生した活性酸素を除去、働きを抑えることでがん細胞の発生・増殖を防ぎます。タイマヒドン大学の論文でも、玄米はその抗酸化作用と抗炎症作用により、大腸がんの魅力的な予防薬となると結論付けています。他にも、玄米に含まれている食物繊維は、便通を促進して、発がん物質が腸内にとどまる時間を少なくするので、大腸がんなどの発症リスクを低くしてくれます。また、腸内環境が整うことで、がんに対抗する免疫力も高まるんですね。アメリカ・カリフォルニア大学が1700人を対象にした調査でも、玄米を含む全粒穀物を毎日2食以上摂取する人は、摂取しない人より膵臓がんのリスクが低かった。全粒穀物または高繊維食品をより多く摂取すると、膵臓がんのリスクが軽減されると結論付けています。玄米の健康効果2つ目は心血管疾患の予防です。玄米は血圧を上昇させるホルモン、アンジオテンシン2の働きを抑える効果があります。玄米を食べることで、動脈硬化や脳梗塞など、心血管疾患の原因の一つである高血圧を予防することができるんですね。和歌山医科大学の研究者たちの論文でも、玄米抽出物は血圧を上昇させるアンジオテンシン2の働きを阻害する。これによって心血管疾患を予防する効果を持つと結論付けています。他にも、徳島大学や琉球大学の研究者たちの論文では、主食を白米から玄米に切り替えると、収縮血圧が低下、血管の健康状態も改善されたと結果が出ています。玄米の健康効果3つ目はダイエット効果です。玄米には白米の数倍の食物繊維が含まれているので、腹持ちが良く、食事の食べ過ぎや間食を防ぐことができます。また、琉球大学の増崎弘明教授の研究では、玄米を食べると高カロリーな動物性脂肪を含む食べ物に対する欲求が減少すると分かっています。玄米を食べることで自然に食事の量が減るというわけですね。さらに他にも、玄米には代謝に必要なマグネシウムやビタミン B1、ビタミン B2 などが含まれていることもダイエットをサポートしてくれます。同じく増崎弘明教授の研究でも、8週間日頃の食事内容を変更せず、白米だけを同じカロリーの玄米に置き換えたところ、顕著な体重減少、食後の高血糖、高インスリン血症の改善、脂肪肝の改善が観察されたと結果が出ています。また他にも、イラン・イスファハン医科大学の研究では、肥満の女性が玄米食を摂取すると、白米食と比較して体重、ウエスト、お尻周りのサイズ、BMI を大幅に減少させることができたと結果が出ています。玄米の健康効果4つ目は、肌を若々しく保つです。玄米に含まれるビタミン E は抗酸化作用を持つので、シミやシワ、肌荒れ、乾燥などの原因になる酸化を軽減して、肌を若々しく保つことができます。さらに、ビタミン E は血行促進作用もあって、肌の隅々まで栄養や酵素が行き渡り、健康的な肌を作ることができるんですね。同志社大学の研究でも、玄米を摂取したグループは、摂取していないグループと比べて肌年齢が優位に改善した。
また玄米を摂取した女性はシワが優位に改善していたと結果が出ています。玄米の健康効果5つ目は便秘改善です。玄米には不溶性、水溶性、両方の食物繊維が含まれていて、そのうち不溶性食物繊維は便の傘を増やして腸の蠕動運動をスムーズにすることで便秘を解消します。もう一方の水溶性食物繊維は便を柔らかくして排出を促すとともに腸内の善玉菌の餌となって腸内環境を整えます。大妻女子大学が1078人を対象にした調査でも、玄米以外を食べている人は便通の回数が週2回から3回の人が多かったのに対して、玄米を食べている人は便通が毎日2回以上ある人が多かったと結果が出ています。玄米の健康効果6つ目は糖尿病の予防です。糖尿病の予防には血糖値のコントロールが重要で、血糖値の急上昇を防ぐことが大切です。玄米に含まれるガンマオリザノールはインスリンの分泌を促進して血糖値の上昇を抑える働きがあります。琉球大学の増崎弘明教授らの研究でも、玄米に含まれるガンマオリザノールはインスリンを分泌する能力を高める。また血糖値を上昇させるグルカゴンの分泌を抑制すると結論付けています。他にもアメリカ・ハーバード大学が約19万人を調査したところ、玄米摂取量が多い人は2型糖尿病のリスクが低下していた。1食 50g の白米摂取量を同じ量の玄米に置き換えると、2型糖尿病のリスクが 16% 低下すると結果が出ています。玄米の健康効果7つ目は睡眠の質向上です。玄米には神経を落ち着かせ、睡眠の質を向上してくれるギャバが含まれています。名古屋女子大学の研究者の論文でも、ギャバは睡眠障害や老年期の不眠といった症状の改善にも効果が期待できるとしています。また他にも、玄米に含まれるマグネシウムは体内の睡眠リズムを調整するホルモン、メラトニンの働きをサポートしてくれます。イラン・テヘラン医科大学の研究でも、高齢の被験者46名が8週間、毎日マグネシウムを補給すると、睡眠時間、睡眠効率、メラトニンが優位に増加したと結果が出ています。玄米の健康効果8つ目は認知機能の低下を防ぐです。玄米にはフェノール類、フラボノイド類、ビタミン E、ビチン酸などの抗酸化物質が含まれていて、認知機能低下を招く体内の過剰な活性酸素を除去、働きを抑制してくれます。県立大学の研究でも、長期的な玄米摂取は高齢者の認知機能低下の予防と軽減に貢献する。玄米食は脳の機能を維持する有用な主食となると結論付けています。玄米は固めの食感なので、よく噛んで食べることになり、これが脳機能にいい影響があるのも嬉しいですね。玄米の健康効果9つ目は免疫力アップです。玄米に含まれる LPS は免疫ビタミンとも呼ばれ、体の持つ自然免疫力を高める働きを持っています。LPS は精製された白米よりも自然に近い形の玄米の方が豊富に含まれているんですね。日本 LPS 免疫協会も LPS は病原菌を体内で攻撃する免疫細胞、マクロファージを活性化させる。LPS を摂取することで体の免疫力そのものを上げる効果があるとしています。さらに、玄米に含まれる食物繊維は腸内環境を整えます。腸内には免疫細胞の約7割が存在するので、腸内環境が整うことで免疫機能が正常に働くようになることも嬉しいポイントです。玄米の健康効果10個目は疲労の予防です。ビタミン B1 が不足すると、ブドウ糖からエネルギーを作るのが難しくなり、疲労やだるさなどの症状が出てしまいます。玄米には白米の数倍ものビタミン B1 が含まれていて、エネルギーがスムーズに作られることで疲労の予防につながります。東京医科大学の研究者たちがトライアスロンを完走した人を対象にした研究でも、
ビタミン B1 が不足している人は、トライアスロン競技後に極度の疲労困憊状態が現れる確率が高い傾向にあった。習慣的なビタミン B1 の摂取は、極度の疲労困憊状態が現れるのを予防する可能性があると結論付けています。玄米の健康効果11個目はストレス緩和です。玄米に含まれるGABAは、緊張やストレスを和らげて脳の興奮を鎮める働きを持ちます。脳の興奮が落ち着くことでリラックス効果が得られるということですね。北連農業総合研究所、株式会社佐竹、北海道情報大学の研究者たちの論文でも、GABA を添加したGABA米を摂取したグループは、心が穏やかである、心配事がないと答える度合いが摂取4週目に優位に高かった。また、GABA米を摂取したグループのホルモンの変化量から、ストレスが緩和されたことが分かったと結論付けています。このように、玄米には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな玄米を食べ過ぎた場合のデメリット1つ目は、便秘・下痢です。玄米は不溶性と水溶性、両方の食物繊維が含まれていて、整腸作用などのメリットがあります。ただ、不溶性食物繊維は、摂りすぎると便のかさが増え、固まって便秘になり、水溶性食物繊維は、摂りすぎると下痢を引き起こすことがあります。特に胃腸が弱っている時や、食物繊維でお腹の調子を崩しやすい人は、食べ過ぎに注意が必要です。玄米を食べ過ぎるデメリット2つ目は胃もたれです。玄米は食物繊維が豊富で、消化に時間がかかるので、大量に食べると胃に負担がかかって胃もたれを起こすことがあります。無理のない量から試すといいですね。また、しっかり噛んで食べることも大切です。それでは、玄米の適正量はどのくらいなのか。炊飯した玄米1食の目安としては、男性 200g、女性 150g ほどですが、玄米などの主食の量は、年齢、性別、活動量によって変わってきます。普段食べている主食に置き換えて食べる量を調整するといいですね。また、ハーバード大学の研究では、1日 50g の白米摂取を玄米に置き換えると、2型糖尿病のリスクが 16% 低下すると結果が出ているので、体の調子を見て少ない量から試すといいですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は、しっかり吸水してから炊飯するです。玄米が硬くなる、ボソボソする。これは炊き方を工夫することで改善できます。まずは研ぎ方です。玄米は白米よりも強めの力で研いで、表面に傷をつけるようにすることで、その後の浸水がしやすくなります。そして玄米の中心部までしっかり吸水させるためには、最低でも5時間から6時間の浸水が必要です。時間があれば、夏場は8時間以上、冬場は半日程度浸水するといいですね。浸水時は冷蔵庫に入れておくと雑菌が増えないので安心です。炊飯する時の水の量は白米の時より多めです。基本的には玄米の量の 1.5 倍ほどの水が必要になります。好みの食感になるように水分量を調節していくといいですね。食べ方のポイント2つ目は保存場所には注意が必要です。玄米は日に日に鮮度が落ちてくるので、早めに食べきることが大切です。また玄米を保存する場所の温度や湿度が高いと、カビが生えてしまったり、虫が出てしまうこともあります。保存は冷蔵庫の野菜室など、涼しくて湿度が低い場所がおすすめです。次に玄米と相性のいい食材をお話しします。玄米と相性のいい食材1つ目は発酵食品です。玄米に含まれる水溶性食物繊維は、発酵食品に含まれる善玉菌の餌になるので、玄米と発酵食品を一緒に摂ることで、より整腸作用が高まります。納豆やぬか漬けなどを合わせるのがおすすめですね。腸内環境が整うことで、免疫機能が向上するのも嬉しいポイントです。玄米と相性のいい食材2つ目は、具沢山味噌汁です。玄米は食物繊維やビタミン B 群、ミネラルが豊富ですが、
ビタミン C やビタミン D などはほとんど含まれていません。そこで、ビタミン A やビタミン C が豊富な野菜、ビタミン D が豊富なキノコ類、ミネラルが豊富な海藻類、貝類などをたくさん入れた具沢山味噌汁を合わせることで、玄米には含まれていない栄養素を補うことができます。玄米と具沢山味噌汁を合わせるだけで、栄養バランスの整った食事にすることができますね。今回は玄米の健康効果など、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい玄米を適切な量食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。